と前は本当に日本映画をね字幕だけじゃなくていろんな映画祭でも支えてサポートしてくださっていらっしゃる方ですけれども、監督としてフィルメックスにお招きすることができて本当に光栄です。本当にようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。光栄なのは私です。まずじゃあ有村さんからこの映画についてと皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。お願いします。で今回はリンダ誰も通訳してくれないんで見に行ってちょっとだけ英語でやりますんで。すみません、予算ということよりもですね、この人の通訳を誰に頼んだらいいのかリンダにやっていただくしかないということで。So I'll be translating a little bit from time to time because no one was brave enough to translate for me. 石内さんとの出会いというところを簡単にリンダさんからお話しいただけますでしょうか。2008年に彼女がニューヨークで彼女の初期の作品の展覧会があって、その時に彼女の初期の本を英語版を出すんで彼女のインタビューをやってくれって言われて、それでなんか、1分で痛感の大親友になってしまって、それ以来なんか兄貴分みたいな感じで、それで安保を取ってる時にやっぱりこの広島の写真たちが彼女の中でやっぱり北米での展示会がどれだけ重要かっていうことが分かって、それで安保がバンクーバー映画祭に呼ばれた時にちょっといろんな美術館とか紹介してもらって、たまたまこの美術館の館長さんが、写真を見て針が触れたというか。I met Ishiuchi in 2008 when I was asked to interview her for American publication of her early works, and we became instant friends. And through filming Ampo, in which she also appears and plays an important role, I found out how important it is to her personally to have these works exhibited in North America. So when Ampo was invited to the Vancouver Film Festival, I visited this museum and was introduced to the director, and the director just instantly fell in love with the work, and so the exhibit happened. ありがとうございました。石内さんの写真すごい好きなんですけれども、この映画で本当に世界で展示され海外で展示されるのを見られて、とても石内さんが自分の手を離れてほしいっておっしゃってた、それが本当に海外の世界中の人がどんなふうに受け止めているのかっていうのが分かってすごく良かったんですけれども、話している方っていうのは展覧会に来てくれた方の中から探したんですか？すごく鋭い質問で、実はこの映画結構キャスティングしてるんですよ。妹なんかも、出て妹にセリフは言わせてないんですけど、そこまでひどくなんて言うんでしょう、監督として荒っぽくないんですけど、ただね、私のドキュメンタリー作家としてカメラをこう向けてなんかいいことないかなっていう監督じゃなくて、すごく結構もう頭の中でいろんなことを予想して、それでっていうか一番怖かったのがこの写真を見て戦争悪いですねっていうその連発が一番怖かったんですよ。だからその戦争とか被爆とかに対してもうちょっと複雑な体験とか意見を持っている人を事前に仕込みました。だから最後にああやってちょっと妹とかを入れてバラしてるつもりなんですけど、だからインチキじゃなくてちゃんと考えてやってますよっていう、そういうことですね。Right, in English. The thing I was terrified of with this film is for a bunch of people to say war is bad or those poor people of Hiroshima. So I actually did a lot of casting in terms of the people who appear in the film. I even showed you my younger sister. I'm not so nepotistic as to have her express an opinion, but showing her at the end is my way of letting you know that the film is actually very carefully thought out and cast, because I wanted people with those complex relationship to war and Hiroshima to come in and make it much more complex and nuanced. But when the guy from Korea showed up and started talking about the kimono and how soft and how it reminded him of the occupation of Korea, I had not cast him, but he was instantly in the movie. でも韓国の青年が現れてきた時はもうもちろんそこまでキャスティング力は私もないし、でももう即座に彼はもう決定でしたよね。あと広島から来た学生たちもキャスティングじゃなくて本当に
入ってきた修学旅行で有名な美術館博物館を見に来て、それでまあだから神様のキャスティングもあったみたいですね。But the girls from Hiroshima I did not cast. They really did come on just a tour to see the beautiful museum and the totem poles. よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは次のご質問、はい、今度こちらの方の黒い、お召し物、はい、お願いします。とてもいい作品ありがとうございました。一つお伺いしたいのは、実際に遺品を寄贈された、ご家族の方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちと対話される機会というのはなかったでしょうか。ありませんでしたね。なぜかっていうと、いや最初この映画作り始めるときにルール決めたんですよ。でその真っ先に決めたのは、モノクロの映像とか悲惨な人たちの姿っていうのはもう全部削除、みんな見て知ってるし、それがその広島のイメージとなってるわけですよね。でやっぱり多分ここまでいろんな人がいろんな物語を語ってくれたり秘密をシェアしてくれた理由は、写真に何にもラベルがないんですよ。だから何にもラベルがないところで美しいドレスを見たら、なんかこう人間として物語を作るとか秘密を語るとかっていう人間の根本的な何かニードがあるんですよね。だからその家族の方に語ってもらうよりかは、もうこれからどんどん被爆者の方、アウシュビッツの生存者の方、もう要するに第二次世界大戦を体験した方々はどんどん亡くなっていく中で、やっぱり下村真理さんっていう学芸員の人の仕事とか、石内さんが写真に起こすとかっていう、そういうもう次の世代の方へのバトンタッチしかないんですよね。だから遺族の方へのインタビューもやっぱりなしというふうにルールで決めました。When I started making the film, I decided, well, the first decision I made was to have no black and white images. We've all seen the black and white images of the horror. We don't need to see them again. And part of the reason I was able to get such great interviews from people is that the photographs were exhibited without any text whatsoever. So seeing such a beautiful dress or blouse and no text or information whatsoever, human beings have such a fundamental need for stories that they either made up a story or they shared a secret. And I think that in terms of everyone, survivors from Auschwitz, survivors from Hiroshima, slowly but surely they're all passing away, and it's now time to pass the baton on to people like Shimomura-san, the curator, and people like Ishiuchi-san, who are once removed and finding new ways for us to remember. So I decided from the very beginning that I would not interview any of the bereaved families who donated. というか、私は、皆さんご存知かと思うんですけど、日本育ちで、日本の小学校で本当に10歳の時に広島のことを日本の教室で学んで、すごく、心の私なりの生い立ちの、私なりのトラウマとして残って、それで、大人になってアメリカに行って、もう何度もアメリカっていう国は本当にリベラルな人も、広島っていうテーマは正面玄関がピタッと閉まっていること分かってるんですよ。だからアメリカ人、かろうじてアメリカ人にもしかしたらこれを直視してもらうためには勝手口、間接的な入り口しかありえないっていうことはもしかしたら誰よりも分かっていたので、そういう間接的な。I was born and raised in Japan, and I learned about Hiroshima as a 10-year-old in Japanese school. So, and when I moved to America as an adult, I realized that in terms of America, even for a lot of liberal people, actually looking at and appreciating what really happened in Hiroshima, the front door is closed and locked tight. And so I realized that I would have to find a back door and an indirect way in if I had any hope of reaching the American audience at all. お時間が限られますけど、もう一つぐらい、真ん中の方、これがちょっと最後の質問になるかと思いますが、お願いします。ありがとうございます。
8月に NHK でですね、この同じタイトルの番組を拝見して、その時の印象はもう少しこう石内都さんのストーリーで彼女のアクティビティにフォーカスがあったような気がするんですが、今回の映画はもっとこう Things Left Behind の方にこうずっと重点が移っているように思うんですが、その点はどういうふうにこうリーダさん自身の中で変えられたんでしょうか。NHK の今回の本当にご寛容なことは、最初から50分のテレビ番組2本と、それから映画っていうのを OK してくださったんですよ。それと細かく言うと52分の海外テレビ用の作品もっていう、だからもう契約の段階からその3つを納品するっていうことで、50分2本のテレビのためのものと、やっぱり映画館で上映されるものと、やっぱり基本的に違うので、そういうふうに変えましたとしか言いようがないですけど、なかなかそんな寛容なプロデューサーがいないので、改めて頭を下げるとともに、あれですか、ちょっと。Oh yeah. So he was just wondering, the film was broadcast as two 50-minute TV programs on NHK in August, and he wanted to know what the difference is, because they're quite different, the 80-minute film and the two 50 minutes. And I just said NHK was so generous to allow me to make a film, two 50-minute TV hours, and then also one 52-minute for, well, hopefully a lot of European and North American broadcasts. And so I understand that two 50-minute hours on the television is a very different experience from 80-minute in a darkened theater. So I remain grateful to the generosity